船坂の村を歩く。今回は鹿児島から南へ546キロ、奄美群島の中にある沖永良部島、その前編をお送りします。着いた。伊良部百合の島空港。今日はどこに来ているんでしょうか。船坂の村を歩く。ここは沖永良部島です。鹿児島県のね島に来るの久々なんです。はい、前回はね、そうだな、種子島と口永良部だったかな。そこに来て以来だから3年ぶり、4年ぶりか。そしてこの沖永良部島に来るのは12年ぶりになります。実はですね、12年前に、動画撮ってます。アップしてるんですけれども、かなりね映像が悪い、画像が悪い、手ぶれがすごいということで、再撮にやってきました。多分ね、沖永良部島で2本の動画になると思います。それでは出発したいと思います。レッツゴー。ここはですね、沖永良部空港のすぐそばにある国頭岬、そこのリーフです。サンゴ礁のリーフが発達していますので、このように波のない海が、浜辺にはあります。その先は荒れております。そうでもないかな今日は。それではね、島の北部にある和泊町の方から歩いていきたいと思います。おお、すげえ。空茶潮吹きやな。よそ見して歩いたら大変だ。波がダーンと来たらここで吹き上げる。うわ、怖っ。ここにもあるんだ。おお、この迫力伝わるかな。和泊町立国頭小学校の校庭、これにですね、日本一のガジュマルの木がある。それでは国頭の町を歩いてみましょう。集落を歩いてみましょう。
折半の寄せ棟屋根っていうのはですね、この鹿児島の離島のね共通項なんです。これは沖縄行くと見られないんですよね。沖縄の方行くとね赤瓦になったり、その前はもちろん草吹きなんですけどね、鹿児島の離島の場合にはね、このとにかく共通で見られるのは折半の寄せ棟屋根、金属屋根です。寄せ棟っていうかゆりぼやもあるのか、こういうふうにね、これがまた綺麗なんですよ。勾配が緩くてね、光っててね、シルバーでね、私はね大好きです。古くは分棟造りですよね。母屋と台所が分かれていて、そして蔵が高床式。高床式の蔵はねこの島にも見られますけれども、沖縄に行くともうないです、ほとんどね。これ面白いな、ガジュマルなんかここだけぽっかりこの木のために敷地が用意されてるって感じだな。これいいよね、この光り輝く折半屋根、これがいいんだよね。どうでしょうか、モダンじゃないですか。ここ綺麗綺麗。美しい。複雑な屋根してんな。そこで曲がってんのがまたいいね。勾配が変わってんのがね、これは美しい。鉄筋がもう出てきちゃってる。はいはい、どこの町行っても色に吠えられます。赤いミニクーパーがいいな。これはね沖縄もそうなんだけど、鉄筋コンクリート像にこのね板の戸がいいんですよ。板戸がなんともいいんだよねこれ。国頭集落のね真ん中あたりに来ました。でここに非常に面白いものがあります。国頭倉郷、暗い川って書いて倉郷と言います。これはね地下を流れる川のことなんです。沖永良部島っていうのは琉球サンゴ礁に覆われた島なので、川がね地上にないんですよ。川がね全て基本的にはね地下を流れてるんです。人は生きていくともね水が必要なわけですけれども、水を得るためにはその川にたどり着かなきゃいけないんです。川がね顔を出している場所、これが倉郷。ほら、こっから水を汲んでね集落に汲み上げて生きてきているわけですよ皆さん。ほんと川だこれ。よいしょ、浮いた。ぐちゃぐちゃ、やばいやばい。しまった。見えますかね。地下の川ですよ、倉郷。こっから降りてくるとここに川が流れてる。いやドロドロになっちゃった。そのうち乾くでしょ。こんなところに川が流れてると思わないよな、地下にな。倉郷のところがね郷土の井戸場ですからね、この集落の中心であり発祥の場所と言っていいんじゃないですかね。この沖永良部島離島でね、周りにはねたくさんのお魚さんがいるわけですけども、漁業で生計立てる人はほとんどいません。
基本的にはね、農業、農村です。こういうね、サンゴ石の石垣とかね、石塀かとかを見ると沖縄そっくりなんだけど、なんか違うよね。沖縄に行くとね、もっとね、鉄筋コンクリート造の民家がいっぱいあると思う。少ない。正面のようなね、家なんて絶対沖縄行ったらないですからね。このような鉄筋コンクリート造の付属屋がね、ちょろちょろとありますけど、これは農機具が入ってんのかな。母屋はね、木造の金属屋根。表通りに出ました。これ表通り。左行くと空港の方。右行くと和泊の港。上り下り1時間に1本、あるいは2時間に1本。和泊町木ビル。ここにもクラゴがあります。これは何ここまた変わってまんな。道路の下にあるよ。ここから湧いてきて、あちらに流れている。妙なものがあります。選ぶ百合の塔かな。選ぶ百合の塔からの眺めです。しかしね、これが邪魔。この花びらが。綺麗。綺麗ですね。沖永良部島ね、最高点が200何十メートルなんで、それもね、島の南の方なもんですからね、この北の方は本当平ら。高いところからね、見渡すことができないんです。ですからこういう展望台があるのはありがたい。西郷南州記念館。西郷さん、こんにちは。12年ぶりにお会いしました。ね、石橋がねあるんです。古い石橋ね、その上にコンクリートで道路作っちゃってるからね、上走ってる分には分かんないんですけど、石橋です。でもすごいね、この橋。ね、川がないなんて言っちゃいましたが、ありますね。全くないわけじゃないんだな。だからこれをずっと遡っていくと地中川になっちゃうんじゃない？地下川に。防空壕。なんとでも
自然にできてる防空壕だよね。掘ったわけじゃないよな。どうなんだろうな。麺勝利、いらっしゃいかな。でも街並み的にはコンクリートにペンキ、もう沖縄と一緒ですね。でもタイルが多いな。タイルはね、台風で飛んでっちゃいますからね。おお、商店街です。飲み屋街がないな。飲み屋街がここだ。12年前に泊まったホテルだ、これ。シーサイドホテル。もうやめちゃってんだ、これ。12年前の話しますとね、このシーサイドホテルに泊まって、で夜飯食うとかありますかっつったら、って言って紹介してもらったんです。それがね、スナックだったんです。これを行ってちょっと思い出してみようかな。で、この辺だったんだな。そのビルじゃないかな。多分このね、白いビルですよ。この1階かなんかにあったんだ。そこに鶴屋ホテルが。それ飲み屋街かな。ホテルがあるからね。そんなでも雰囲気ないな。ここにね、ナイトラウンジペコちゃん、ナイトラウンジペコちゃんがあるんです。こっちでね、これ飲み屋街ビルか。これ飲み屋街ビルでしょ。入ってみようか。ナイトラウンジペコちゃんしかねえわ。なぜ飲み屋街がない。絶対やらずだ。名残があるぞ。とんかつ桜。飲食店が出てきましたね。これはなんだこの建物は徳田酒造ビルですね。徳田酒造ビル。なんとかかんとか明かりやってんね。徳田酒造ビルの裏。ない。飲食店街がないぞ。今ですね、Google でね調べたんですよ、スナックを。そうしたらさっきのペコちゃんとか2軒ぐらいしか出てこなくて、みんなねこの道よりも海側の、埋め立て地のところにちょろちょろとありました。だからかつて集まってたところはこの商店街の裏側だと思うんですけどね、もうその名残はないということですよね。沖永良部島の北部和泊町を歩きました。ちょっと最後ね、日が陰ってきてしまって寂しくなってしまいましたけど、和泊の町面白かったな。昔のような活気はない、昔もないか、和泊の町ね、12年前も活気はなかったんですけど、スナックとかをやってました。その活気すらもなくなってしまったっていう感じがしますけれど、それではね、次回は南部の
知名町を歩きたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。最後は知名町にあります鍾乳洞でお別れです。That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.